最高の iPhone ケースが届きました。こんにちは、トバログです。いやー、iPhone でプチプチキーボード入力したい民の皆さん、お久しぶりです。はい、というところで、結構ね、このキーボードやばくないですか？見てもらうとわかるんですけど、これ iPhone ケースなんですけど、この下の部分にね、物理キーボードが搭載されていて、これでね、ポチポチ快適に日本語入力を本当に気持ちよくできるっていうね、iPhone ケースなんですね。結構こういうのってずっと昔から出ていて、例えばね、iPhone4 ぐらいの時にもこのスライド式のガシャってやるね、Bluetooth で接続するやつだったりとか、あと実際発売されたのか忘れちゃったんですけど、タイポっていうブラックベリーのほぼキーボードみたいな、それでね訴訟を起こされて、確か中止になった、そんな気がするんですけど、そういう感じのやつで久しぶりにこのタイプが出てくれましたね。2024年最新版です。これは熱いというわけで、今回はこの iPhone ケースでありつつ、この物理キーボードでね、有線でしかも日本語入力ができるっていう、めちゃくちゃ完璧に近いこの物理キーボード搭載の iPhone 用ケースが出たので、これについて実際打鍵感どうなのとか、使い心地はみたいな、ケースとしてどうなのみたいなところをね、ちょっと簡単に紹介していこうと思います。いやー、久しぶりにね、嬉しいですね。こういう感じのガジェット、ちょっとじゃあ紹介していきます。それではいってみましょう。はい、というわけで改めてこちらが物理キーボードがついた iPhone ケース、クリックスクリエイターキーボードですね。確か今年のね、セスですごく話題になって、それでね、SNS とかで見たことあるっていう人もいると思うんですけど、そのタイミングでね、先行販売していたので、これはもうこのデザイン最高にいいでしょっていうところでポチってしまいました。実際このパッケージ見てもすごく可愛いですよね。レトロっぽくてポップなんだけど、ちょっとね、今風の雰囲気があるっていうところが面白いです。早速開封していきます。よいしょ。おお、質感がめちゃくちゃいい感じですね。今回黄色のモデルを選んでいるんですけど、これはすごいいい。この打鍵感すごい、クリック感めちゃくちゃしっかりありますね。グニョとか柔らかいゴム製の感じじゃなくて、本当にパキッパキっていう感じのブラックベリーに近いんだけど硬めのね、そういう感じのキーボードです。というわけで早速、開けていくんですけども、よいしょ。これめちゃくちゃいいですね。僕が購入したのがこれ iPhone 15 Pro 用のものなんですけど、先行販売の時点では、3種類ぐらいしか選べなかったんですけど、現時点では iPhone 15 Pro から、15からプラス15 Pro、Pro Max っていう感じで、そういう感じで選べます。14シリーズは iPhone 14 Pro と14 Pro Max でね、選べるっていう、結構ね、いろんな種類に対応しています。で、購入したのが、これ、バンブルビーっていう、この蜂みたいなイメージのカラーリングなんですけども、先行発売の時2色ぐらいしかなかったのかな。これと、ロンドンスカイっていうグレー調のもの、本当にシックな青っぽいグレーの感じのやつの2色展開だったんですけど、ピンク系とか青系とか、そのね4色展開となっていますね。で、僕はこのポップな感じがすごくいいなと思って、白系じゃないなら、ちょっとビビッドな感じでいくかと思ってこのカラーにしています。いや、質感とかすごくいいわ。こういう系のデバイス昔から好きで、ずっとね、愛用してきては使わなくなってをずっと繰り返しているんですけども、この質感がめちゃくちゃいいですね。で、冒頭でも話したんですけど、これ見てください。ここに USB-C のポートが備わっています。これすごくないですか？有線で直接 iPhone と接続できるので、キーボード側に専用のね、充電をする必要がなくて、しかも無線でね、Bluetooth とかで接続する必要がないんですね。これを iPhone に直接こうやってグイッとね、もう入れてしまえば、その場でもうこれがカチッと反応するっていうところで、これめちゃいい。無線じゃないから遅延とかもないし、しかも日本語でね、きっちりここに、ちょっと後で見ていきたいんですけど、ここにね、地球マークがついているので、ここでトグルでね、言語変換ができるんですよ。こんな感じで。これは優勝ですね。iPhone 向けのキーボードとしては優勝です。もうこれ以上多分使いやすいのない気がする。質感見せるのちょっとテカってむずいから一回外すんですけど、これも外しちゃおうかな。ビリ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 っとこれも外して、すごいこんなちょっと
ただクリックみたいな、なんかね、ブランドというかこの雰囲気とかにもすごいね、力を入れてるみたいですね。届いた瞬間からもう使い方とかこういう風に使うといいよみたいなチップスのね、メールマガジンとかが届いたりして、気合の入れ方が違うなっていう感じがするんですけども、ちょっとズームして見ていくんですけども、キーボード部分はこれはね、結構丸型のプラスチックですね。樹脂製でこう割と硬めの感じです。普通に柔らかいゴム製とかだと思ってたんですけど、結構硬めで、しかも打鍵感もね、割とこのカチッカチッという、聞こえますかね。押した時のプチプチ感が結構ね、完全に独立していて斜めになってるわけでもないので、押した時のブラックベリーみたいなすごい押し心地がカチカチっとするような感じよりもちょっと硬い気がしますね。で、硬さがある気がしていて、あれに近いです。無限プチプチっていう昔そういうねおもちゃがあったんですけど、無限プチプチに近いけどこの硬さがあるっていう、無限プチプチに近いけど表面がねプラスチックっていう、そういうねすごくやみつきになるような不思議な感じの素材感でできてますね。これ結構気持ちよすぎて、これでただこうやってブニブニしたいぐらいまであります。配列はこんな感じですね。普通にクオーティキーボードなんですけども、こういう感じで一部ねこう数字が割り当てられていて、ここを押しながら上のキーを押すと、数字が選べるとか、このねコマンドキーあるのやば、コマンドキーがあるので、コマンドを押しながら、コピーペースト、あと全選択とかね、あとコマンド Z で入力を戻るとか、そういうのができますね。これめちゃくちゃ嬉しくないですか？ちょっとツイッターとかで間違ってちょっと消しすぎちゃった、戻りすぎちゃったみたいな時とかって、iPhone ってなんかこうコマンド Z 的なのがねちょっとしづらかったりできなかったりすると思うんですけど、ここでカチカチとやればコマンド Z ですぐにね入力で間違えて消しすぎた時とかに使えるっていうのが熱いです。コピー全選択とか、これすごいな。そして日本語ユーザー的に一番ね購入する前気になってたのが、英語から日本語に入力切り替えできるのかっていうところだったんですけど、それもねこの地球儀キーがあることでトール入力ができるようになってますね。これは熱い。この配列はなかなか嬉しいですね。強いて言えば123とかがここにあって、ここ押しながらここでね点キーっぽく数字が使えると熱いなとか、そういうちょっとブラックベリー的なね使い方ができるといいなとか思ったりするんですけど、全然問題ないですね。あとこの辺とこの辺を押しながら日本語切り替えとか、その辺もなんかショートカットとか使えるのかな。後で検証してみます。これ地味にすごいところなんですけど、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、これバックライトが光るんですよね。入力する時だけちゃんとバックライトが光って、ちょっとね一定時間が経つと消えるっていうシステムになってます。これすごくないですか？ここまでちゃんとやってくれるのめちゃくちゃいいです。記号がどこにあるかとかね、やっぱ配列がちょっと特殊なので分かりづらくなるんですけど、これがあることによって暗闇でもね気軽に入力できます。これはいいわ。で、表面のこのね素材感に関してはゴム製ですね。なんかシリコンケースにすごく近いような素材でできていて、それがねこのフレームとこっち側フレームだけガーッとなっている印象です。で、このね裏側に関してはまた別の素材が使われていて、すごくカサカサとするようなプラスチック素材ですね。色は全体的に一緒なんですけど、背面はねちょっとザラザラとしていて、例えばこう手汗で滑ったりしないように、あと劣化しづらいような素材感になっています。サイド部分はね衝撃吸収とか、あと滑りにくさとかでシリコンケースっぽい感じなんですけども、この背面はザラつきがあります。で、一番ね手で握るようなところに関してはこの合皮だと思うんですが、シボのねいわゆるヴィーガンレザーと言いますか、そういう感じの素材が使われていますね。で、こちらには先行販売で購入したのでファウンダーズエディションっていう証が備わっています。結構早めに買ってる。
もう合計の注文数の中で343番目に僕はポチっています。ほとんど多分これ買ったの日本人だと思うんだよな。で、内側もねカサカサしたここの表面と同じ素材感ですね。で、このボタン類に関してはくり抜きではなくて、ちょっとねこのラバーっぽい部分がとつってる感じですね。で、結構ここは結構硬めなんだけど、このボタンのところはぐにゃっと結構柔らかい芯材が入っていない素材でできているみたいです。で、こっち側もここからここまではねぐにょっとするような素材感で、この角の部分だけちゃんと入っているって感じですね。さらっとねスペックについて触れておくと、こんな感じですね。重さは iPhone 15 Pro 用だと 62g っていうところで、15 Pro Max 用だとね 65g っていう 3g しか変わらないところがすごいですね。で、キーのこのなんかストロークは 0.2 とか、そんなにねあんまり知る必要ないと思うんですけど、一応載せておきます。はい、素材感と雰囲気でめちゃくちゃ引っ張ってるんですけど、ここからちゃんと iPhone を挿入して作っていきます。こうやってキーのここをね曲げたりするので、なので、この柔らかい素材感なんですね。で、実際に装着するとこの感じ。うわー、かっこいいわ。かっこいいのかどうかわかんないけど、変態っぽいけどね、すごくなんか変態ガジェットが好きな人にとってはたまらないシルエットなんじゃないでしょうか。ちなみにうちの妻が言うには、なんだこれバナナみたいっていう話をもらったぐらいすごく縦長になるんですけど、こんな感じで手に持つとね縦長の iPhone に仕上がりますね。ちょっと前にね Twitter でこの画像をアップしたんですけど、なんかジョブスが墓から出てきて殴られるレベルみたいなそういうねコメントもあったりして、確かにミニマルとは程遠いけど、こういうスタイルがあってもいいよねっていう感じですね。トバログはこういうガジェット本当に大好きです。実際に使ってみるとパチッとこのまんま、これがねもうキーボードが接続できている状態になっているので、ここを適当にポチって押すと、本体側がね操作できるっていう感じですね。これタブキーとかで画面切り替えとかできるのかな。普段多分こうやって使うと思うんですけど、ケースの特性上、こうやって持ちたくもなるので、ここをね使いながら手を動かさずにタブとかでこっちの方向とかに切り替えたり、アプリ選択とかができると熱い。なんかできる気がするんだよな、確か。じゃあちょっとね実際に使ってみます。ちょっとキーボードが小さいんで結構慣れが必要ですね。ブラックベリーをこれまで使ってた人からしても、ちょっとこのキーボードはなかなか慣れが必要かも。ポチポチとすごく気持ちいいんですけど、ここのトグルでね余計なキーボードを消せばすごいいい感じで、トバログこれで例えば四角、これで例えば今日の動画っていくと、点を押すときはナンバーをこう押しながらやるとナンバーになるのかな。ここはあれだ。ここは記号マークじゃなくて、ここを押すとこのね上にこういうソフトウェアキーボードが出てきてくれる感じですね。現状はタブとかやっぱエンジニアの人とかに向けてですかね。多分こういうのを使う人って電車の中でもなんかコード書きたいっていう人だと思うので、そういう人のためにこれが備わっています多分。コマンド Z、コマンドシフト Z でやり直しもできる。これ熱っ。これ結構なんかブロガーというか、これでねテキストちょっと電車の満員電車とかでもなんかブログの下書きとか YouTube の構成書くとか、そういうところで使えそうですね。なんかでも変なのになってる。これ音声入力オンになってる。なってた。これを押したら音声入力がオンになるんですね。これすごい。これは iPhone の独自機能だと思うんですけど、これと一緒に組み合わせて使うっていうこともできそう。今回はクリックスの動画について動画を撮ろうと思います。冒頭の挨拶、開業。これは次世代のブラックベリーだ。びっくりマーク。キーボードいらんやんって感じなんですけど、ちょっとこれでねこうポチポチもしながら、電車の中とかだと喋れないので開封をしていく。
みたいなしていくみたいな、そういうのができますね。これはいいですね。これ大学とか職場で使ってたらめちゃくちゃかっこいいですね。なんか議事録書く時とかにもうちょっとスマホいじるなとか言われて、いや議事録っすみたいな、これで議事録書いてますみたいな使い方をしても面白そうですね。2万円をねそれに使えるかっていうところはあるんですけど、こういういつでもポチポチ立ちながらでもできるっていうのが嬉しいポイント。はい、という感じでいろいろとね使ってみているんですけども、やっぱりねこの感じのガジェットすごくいいですね。ただもう少しねやっぱり使い込んでみないと感想とかは出づらいところもあるので、もう少しだけちょっと使い込んでからいい点と悪い点紹介していこうと思います。はい、というわけで実際にこのクリック iPhone キーボードしばらく使ってみたんですけど、意外とめちゃくちゃいいです。いやこれ最初ね見た時にはちょっとねネタ枠っぽい、デザイン性と雰囲気だったんで、もう少しね、軽い感じのなんかジョークグッズ的な感じに近いかなと思ってたんですけど、思いのほかねなんかね慣れると結構サクサク打てる感じがあります。例えば今ノーションを開いたんですけど、こんな感じでトパログですみたいな、割とこうサクサク打てるようになりますみたいな感じで、結構慣れると割とね早く入力できます。誤入力も最初は多かったんですけど、今はね割と慣れてきて、タッチタイピングでもこの画面上からね目を離さずにある程度入力ができるので、なんかね取材の時にメモを取ったりとか、議事録とかちょっとアイデアが浮かんできた時にこういう風にねメモ帳で入力するとか、そういうのがめちゃくちゃいいですね。若干難点としてはここにね123っていうキーがあって、これを押しながら丸とかびっくりマークとかハテナとか棒線とかね、そういうのをね入力するんですけど、例えばキーボードって入力する時の棒線がちょっとこっちにあって、いつもこことここでちょっと押しづらいとか、そういうポイントはあったりするんですが、割とキーボードとしては完成度が高いと思います。でもう一つね結構いいなと思うところで言うと、ショートカットキーが割と使えるっていうところですね。このねキーボードさっき紹介した通り、ここにねコマンドボタンがあるので、ここを入れ替えてるんですけど、コマンドキーを入力しながらこうね全選択みたいな全部の画面をこう一気に選択して、これでね C を押せばコピーができて、そしてね別のページにペーストができるっていう、そういう文字入力の時のショートカットはそうなんですけど、例えばこれでホームを押すと、これでねこのコマンド足す H でホームに一気に戻ったりとか、あとは例えば Chrome とかを押して、自分のね今ウェブサイトなんですが、例えばこういうね記事を開いた時に、あれここの文言って何かあったっけみたいなので、コマンド F でこれでねもうこんな感じでウェブ検索ができるんですよね。これで例えば、SSD とか入力すると、これでね、どこに SSD っていう文字があるのかを、この記事の中に17個あるらしいんですけど、こんな感じで普通のねブラウジングと同じようにこうやって探してくれるっていうのも結構嬉しい点ですね。ハンバーガーメニューを押して、ここのねページ内検索っていうボタンを押してもね、同じことはできるんですけど、これでねコマンド F でいつでも好きな時にこのメモ帳とかそういうところからね、あらゆる情報からテキスト検索ができる点も嬉しいです。でかつこうやって押すとこのね、検索部分みたいなのが出てきて、ここで検索したりとか、あと地球儀マーク足す S でこれ Siri を呼び出したり、地球儀マークと N でこのね、通知画面をすぐにね呼び出したりとか、意外とこのキーボード上だけでもできることが多いです。でかつこれね Chrome だとできないんですけど、今サファリを開いてるんですが、サファリとかだとこのページスクロールもこのねスペースキーで入力できるんですよね。これが結構地味に本当にウェブ記事とかを読む時とかだと便利かなと思います。 Chrome に対応してたら最高なんですけど、アプリによっては結構対応していないものもあるので、こういう風にねサファリとかだったらこういう風にねスペースキーで次々読み進めることができそうですね。見た目的にはね完全にネタ枠のグッズではあるんですけど、こういう風にねキーボードのショートカットとか、あとテキスト入力をねポチポチ相手の顔を見ながらこう入力するとか、そういうシーンでかなり役に立つのかなって感じです。意外とポケットサイズの物理キーボード端末が欲しいっていう人は今のところ最適解かもしれないですね。本当に日本語もサクサク打てますと、もちろんいいところもたくさんあるんですけど、やっぱりね
ものなので気になるところもいくつかあります。まずやっぱりね、気になる点1つ目としては縦長になります。 iPhone15 が普通のサイズこのぐらいなんですけど、それにねプラスして結構長いのでポケットへの収まりは結構悪いですね。かつストラップホールとかがついてるわけでもないので、基本的にはまあね、ジャケットの内ポケットとかちょっとね収納する場所に困るかなというところですかね。皆さんの手元にあるであろうこのアナログポケットとねサイズを比較するとこんな感じですね。アナログポケットもギリギリ、尻ポケットに入るかなってぐらいなんですけど、このケースをつけると iPhone はね尻ポケットから出てきます。で、気になる点2つ目としてはちょっとねキーが下すぎるので、若干この親指の付け根が疲れてくるかなというところはあります。本当に iPhone で使うとこういう感じになるじゃないですか。こういうスタイルなんですけど、キーボードをね入力するときは若干こう下目になるんですね。なんですけど、このバランスが割とこう前にねこっち側に重心がかかる感じでこうね倒れやすいので、あんまり先っちょを持つと疲れるんですよ。なのでだいたい自然な角度でこのぐらいで使うことが多いんですけど、このぐらいで、長時間ねポチポチ入力してると親指がこういうね自然な角度じゃなくて若干こうグヨッとねグヨッとなった感じになるんですね。下の部分に短文だったらいいんですけど、長文を結構ねしばらく入力してるとここの辺が疲れてくるので、この辺若干こうね、スマホリングとかここにつけるなり、この重さ対策するなりとかしてちょっとね持ちやすさは改善する必要があるかなって気がします。気になる点3つ目としてやっぱちょっとバッテリー持ちですね。iPhone ねそもそもバッテリー持ち結構いいんで、今までバッテリー持ちが少なくなるとかあんま気にしてなかったんですけど、これはねバッテリーを iPhone 側から給電して使うタイプ、それでバックライトも光ったりするので、ちょっとね iPhone 側の持ちが若干悪くなるかなっていう気がします。とか言ってもそこまで電力をめっちゃ食うわけではないので、普段通りだったら1日ぐらいは持つかなっていうところです。そんなにね気にしなくてもいいけど、気になる人は気になるポイントっていうところですかね。はい、というわけで今回はクリックキーボード for iPhone について紹介してみました。いや、これは見た目的にはねインパクトはあるけど完全ジョークだろみたいなね、ネタでしょみたいな、実際は使い心地悪いでしょとか思ってたんですけど、実際使ってみると想像以上にねビルドクオリティがしっかりしていて、キーボードもカチカチ打ちやすいので、本当にハンドヘルド型というか、ブラックベリー今なくなっちゃったじゃないですか。そういう感じのデバイスが欲しいなって悶々とね思い続けてるような人は購入してみるとめちゃくちゃいいかもしれません。しかも中身はね iPhone なので iPhone のアプリがそのまま使えるし、本当に性能的にもサクサクだし、おそらくね ATOC とかそういうのも使えるんじゃないかなと普通にね思うので、そういう感じで使いたいよっていう人はこのキーボード今のところ、ベストなんじゃないかなと思います。ぜひね立ちながら取材でメモを取る人、議事録を取る人だったり、あと満員電車の中でもコードを書きたい、ブログを書きたい、テキスト書きたいみたいなね、そういう人にとってはすごいおすすめしやすいアイテムだと思うので、ぜひね普段使いっていう点ではでかすぎるけど気になる人はチェックしてみてください。一応現在ね日本の Amazon とかでは売ってなくて、クリックの公式サイトで注文っていう形なんですけど、日本へのね発送も対応していて、2、3日ぐらいでね発送してくれる感じだから、多分1週間ぐらいでポチったら届くと思うので、気になる人はねチェックしてみてください。はい、というわけで今回この動画終わりにしようと思います。気に入っていただけた方ぜひチャンネル登録お願いします。それとトバログでは結構ね面白いガジェットだったり、あといろんなクリエイターとかのねルームツアーとかもしているので、過去動画もぜひチェックしていってください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。